っちにだけしてみましょうか。はい。いいですか。はい。なんか今年の中で面白い建築物かなんかをこうちょっとずつこうゲットして、はいはいはい。なんか放映しようとしようね。そうですね。アラウンドザワールドっていうことですね。アラウンドザワールド。でブースでこまで喋ったらいいな。そうなんです。はい、わかりました。いいですか。はい、どうぞ。ちょうど2014年の秋にバリに行った時に、その前からピノさんって方が、交渉をしていて設計を始まってたところに私がパリへ行ってお会いしたいと言ったところ、なんか話聞いてるのかと言ってきたので、いや聞いてないと。実はブスデコマースという穀物の取引所があると、これを政府から借りて美術館にしたいと言われたんで、すぐに一緒に見に行きました。さすがにもう200年近く前のもんですから、だけどこの何が今のものと違うかというと、非常に大胆な建築なんですね。60メーターぐらいの円筒の上に大きなそのガラスの天蓋があって、下に絵があって、そして円形のホールがあるというような建物ですごいなと。基本的にこういう建築物を再利用するって難しいんですよ。どうしても前の建物を保存せないかん。前の建物を補修して保存せないかん。で今の場合でいうと補強せないかんというもんで、非常にやりにくいなと思いました。これを生まれ変わらせろと。そしてこれからまた100年200年とパリの中心になるようにとならんかと言われましてね。思い出したのはローマにパンテオンというのがありますが、43メーターの円形の空間の中に、20世紀の間その多くの人たちに発信し続けたパンテオンのことを思い出してですね、パンテオンより大きいぞと。でこれを再利用するだけじゃなしに新しい世界をそこへ入れたらどうかと。この模型にあるようにですね、この円筒形の建物の真ん中にもう一つ新しい世界を入れたらどうかと。これは非常に難しいんですよ。なぜ難しいかというと、歴史的建造物の再利用というのは本来歴史的建造物を保存するというのが役割ですから、歴史的建造物の保存と同時に新しい世界が入るというのはね、私も少しぐらいは分かってますから難しいだろうと。この難しいのは一つはですね、歴史の研究家がいると、材料の研究家がいると、構造の人もいると、そして装飾の人もいると、絵があります、装飾の人がいると、そして200年近く前の天蓋、ガラスの天蓋がありますから、こういうディティールを直していかないかんというのがいりますから、我々が描いた絵をそれぞれの人が分析して、それぞれの人が前へ進めていかないかん。割とギクシャクせんとスムーズにいく部分もあったんですよ。反対もいっぱいあったんですよ。なんであんなも入れんねんと、こんなんも入れんねんと、とんでもないという人もいるし、新しい命を入れないとこの建物は生き返らないという人もいると。で結局こういう建造物ですからね、円というのはね、建築の原点なんですよ。正方形、三角形、円というのはね、建築の原点の形をしている。この中にもう一つ新しい世界を入れようというので、こういうことを考えたんですね。この中にもう一つ入れると、地下を
改造して、私これはね通らないと思ったんですよ。新しい世界入れるとまたガスって行動体力上大丈夫かというような問題もありますし、でまあいろいろと打ち合わせしながら上の空間をやり直さないかんということを考えていたら、我々が思っているよりも割とスムーズに前へ行った。それは多分ピノーさんのこの建築に対する思いがフランス政府パリ市に伝わっていったんだろうなと。工事中こんなんですよ。もうね、もっといいことにですね、ルーブルの向かいでしょ。でちょうどこちらにはポンピドーセンターがありますから、ルーブルブースでコマースポンピドーセンターと、その真ん中にあるからね、どうしてもまあ中心的に見えると。考えてみたらフランスはまあ言うても印象派の前からずっとですけども、文化の中心フランスなんですね。その中でもう一つ新しい中心をというので、円形の真ん中はですね、普通は大体この真ん中のところには展示空間ですよ。この大きな真ん中がフリー空間なんです。でこのフリーというのはね、やっぱりこの建築に込めたピノーさんの勇気、ピノーさんの自由に対する精神といいますのは、現代美術が多いんですけども、現代美術というのはその作る人の勇気とその自由な精神が形になったもんですから、その自由な精神と同時にですね、こう勇気を持ったものをこう置いてもらうと。それでまあぐるーっと周りの展示空間を見ると。いろいろと仕掛けがありまして、両方サイドには二重らせんの空間がある、階段があると。これも完全に元へ補修し直すと。天外は全部やり直すと。初めの予算で行くのと。で私は日本でおりますから知らん顔してて、どないかなるやろうと、もう知りませんよという形でずっと進んでいって、びっくりしたのは、最終的にはこういう空間になってですね、空間体験するだけで面白いですよ。一点ですからね、円は中心は。その中心の一点の外にコンクリートの壁がいる。壁の向こうに200年前のいわゆる壁がいると。その向こうに見えないけどもぐるっと回るのは展示空間というので、何十分にも構造になったわけですよ。普通は美術館いうのは展示空間の箱が並んでいる中にいると、これはちゃうんですね。でそれはやっぱり何よりも公共的な空間っていうのは多くの可能性を見せないからね。公共性のあるいは可能性があるという、自由と勇気がここにあると。美術館というのは可能性のある場所じゃなかったか。でこれはね、反対がいっぱい出るんですよ。可能性あるだけにいらんやろうと、これいらんやろうと言うてくるんですよ。なかなかそこを乗り越えていかなかった。現代美術というものだけじゃなしに、美術とね建築ってのは難しいんですよ。美術家はこういうものを自分の思っているものを発表したい。建築の設計も自分の思っている空間を発表したい。ぶつかるんですよ。だから美術家と我々が仲良く共存することはないと思うんですよ。共存しない方がいいんですよ、ぶつかったら。現代美術と建築が喧嘩してる状態じゃないといかん。で世界中にホワイトボックスという白い箱の中に展示空間があるやつはですね、喧嘩しないね。スマートやで。じゃなしにあえて
喧嘩する方に行くと。これは特殊なもんですからね、世界中の多くの人たちが我々の空間を好まない。一部好む人はいるけどもほとんど好まないんですよ。ホワイトキューブの方がいい、だから我々はそのホワイトキューブでない違う世界をずっとやってきたんですが、まあ面白いというやつはちょっとおるけどね、それはもちろん。でそれもいろいろじゃないですか。そういう中で建築というものが成立するんじゃないかと。でそれにはね、やっぱクライアントが思いなかった。この大波を越えてこの山を登って向こうに越えていきたいという思いがないとあかんねん。日本で子どもの図書館を作ってますが、その前にいつもこのリンゴを置いとる、青いリンゴ。この青いリンゴは何かと言いますと、100歳まで元気で長生き。元気で長生きの一番大きな点は好奇心なんですよ。人間の体力を持ち続けて100歳まで元気で長生きするためにはやっぱり文化的な教養でいるんですよ。で好奇心もいると、そういうものに挑戦するということを考えて、まずこの青いリンゴを目指していけという話で青いリンゴをあちこちに置いとるわけですけども、それは多くの人たちの希望なんですよ。長生きで元気で好奇心旺盛でというのは、全ての人の、願望じゃないですか。その願望を形にしたものはこれなんです。でそこでやっぱりまず何よりも仕事にはねチームがいると。で仕事には社会的なメッセージがいると。これはこの公共性、メッセージがいると。でそれからそれを支えてくれる友人がいると。でこれがみんなうまいこと集まってね、建築屋さん技術屋の人たち残したいと思ってるわけや。で公共的なものは残るわけですよ。私の個人の家これ残らないですけどね、個人を超えた公共性。例えば基本的にはその建築いうのは生まれ変わって生まれ変わって生まれ変わって残っていくもんなんですね。のが公共性なんです。ローマのパンテオンまだ生きとるからね。この建築も生かしたいと。その時にここに出会いの空間ですから、出会いは必ずハプニングがあるわけですよ。あの人と会いたないのにバタッと目の前におるからね、パブリックいうものは。で自分とは遠い世界である現代美術というのは前にいる。何やこれと。でそこで頭が動く。でこれからの世界はおそらく物を生産して売る時代はあると。けど片っぽで人間が楽しく好奇心に満ちて生きていく世界がないと難しいと。空間体験が大切というもあるけども、ともかく生きることは大事なんですよ。生きることが一番。その生きることのエネルギーは体力と好奇心、そして未来。未来では希望やん。希望はね他人が作ってくれない。自分で作らないと。だから我々は希望のあるものを作りたいと。それしかないの。はい、終わり。